お帰りなさい。ありがとうございます。お帰りなさいでいいんでしょうか。でいいんだと思います。そうやって皆さん言ってくれます。でも嬉しいです。はい。ね、まあ我々としては本当にお帰りなさいで嬉しいんですけどね。6年ぶりにファイターズに復帰した有原航平投手。プロ1年目の2015年には新人王を獲得。そして2016年には大谷翔平投手とダブルエースとしてリーグ優勝、日本一にも大きく貢献しました。エスコン一発目は有原君で行きたいなと、みんなもねそう願ってると思うし、はい、新庄監督は2年連続で最多勝、メジャー経験のあるベテランに重要な一戦を託しました。10年ぶりのリーグ優勝、日本一に向け2016年の日本一を知るお二人の特別対談です。ファイターズを選んだっていうなんか理由はあるんですか。こう優勝を今年目指していく中で本当に有原の力が必要だっていうのをすごく、伝えていただきましたし、やっぱりピッチャー本当レベル高いんで、僕の中でそういうところでやりたいっていうのはあったので、はい、もう本当ちょっと新しい環境でまたこう挑戦したいのと、まあでも北海道で優勝したいっていうのが一番ですね。はい、共に最多勝を取った伊藤大海投手もいますけどね。めちゃくちゃでも刺激になりますね。やっぱりその去年も一昨年もそうですけど、すごく意識してましたし、本当にこう競ってる感じだったんで、はい、でもそういう選手とチームメートになれたんで、いろんな、情報交換しながら、やっていきたいなと思います。有原投手のこう若い頃から見ててね、投げる能力が高いんだけど、ちょっとメンタル的にね。そうですね。ようやく白井さんもそうですけど、その先輩方に言われてたことが分かりました。なんかそんなこうカッカするなというかなんか一喜一憂じゃないですけど、はい、それやってもあんま意味ないぞってそれ言われててもやっぱあんま分かってなかったんで、今ようやくここがね有原投手の一番の僕はね成長だと思ってるんだけど、はい、ホークスから見たファイターズってどんな印象でした？いやもうすごい嫌でしたね。去年は特にやっぱり長打打てるバッターも多いですし、先発ピッチャーも良かったですし、みんな一番やりにくいっていうふうに言ってましたね。あ、選手は、はい、そこに有原投手が加わったというところで、そうですね、嫌だなと思ってくれたらいいですけどね、ホークスの人はホークスでこう学んだとか、ホークスでさらにステップアップできたっていうことは何か？そうですね、やっぱり本当に勝ちが本当に最優先だったので、その1試合にかける思いというか、そういうのはすごく感じましたね。やっぱり本当に1試合負けて2連敗したらちょっともうこういろいろ空気が変わるというか、そういうのは正直なかなか感じたことなかったんで、なんかでもそういうの感じれたんですごくいい経験でしたね。やっぱり優勝するチームって勝ちにこだわるんだっていう。そうですね、はい、もう3連敗とかしたらもう本当にちょっとなんか、大事というかぐらいの感じで、やっぱすぐでもそういう時にベテランの人は結構声かけたりしてくれるんで、すごいいいチームだなと思いました。ファイターズにもそういう雰囲気が出たら優勝できるんじゃないかなって思うんだけれども、なんかファイターズに対してなんかこういうところはなんか、伝えたいっていうことありますか？ちょっとなんか難しいですけど、でもやっぱりそういう時こそどっしりというか、なんかもうちょっとやっぱ後半戦の優勝かかった時にはもうちょっとどっしり一人一人がこうやることを、なんかちょっとこう結果にこう左右されてる感じ、どうしても9月なんでそうなると思うんですけど、その時にしっかりできるように、僕自身もそうですし、そういう声かけできたらなと思いますね。やるべきことをやったら、そうですね、結果出るっていうのはすごく学んだんで、確かに結果出てないとちょっとなんとかしなきゃっていう気持ちがあるんで、結構変えたりする選手も多いと思うんですけど、なんかそういう時こそ基礎基本でやっぱ自分のやってきたことだってのをホークスではやっぱそういうのすごく学びましたね。ファイターズでこう2位2位ときてなかなか優勝できてない中でね、これがあれば優勝間違いないっていう何かポイントって教えてくださいよ、白井さん。これが何ですかね。
でもやっぱり良くも悪くも結構勢いいい時ってすごい行くイメージあるんですけど、やっぱりこう連敗を長く続かないようにっていうのはあると思うんで、やっぱうまく切り替えですかね。もうカードが変わった時はもうしっかり切り替えていくことが大事なのかなと。メンタル的なそうですね、はい、そこが、長くやっていくには1年間長いんで、そこが一番大事かなと思ってます。こう優勝するために有原投手が僕はこういうことをやっていこうっていうのは何かありますか？こういう貢献したいと。でもやっぱりまず本当怪我なく1年間軸でこう計算しやすいピッチャーになりたいですし、数字的にはどんな？いやでもキャリアハイやっぱり目指したいですね。去年やっぱり運もあって最多勝取れましたけど、やっぱり前半戦かなり苦しんだので、苦しんでたね。はい、もうああいうことがないように、やっぱ波のないように、最初から最後までいきたいなと思います。イニングはでも本当に180は最低で、やっぱもっと上、もう200まで、目指したいと思ってるんで、はい、そういう体作りをやってます。200イニング投げるともう18勝、20勝っていうのもそうですね、それぐらいしてないと多分そこまでイニングいけないと思うんで、はい、でも本当に勝てるだけ勝ちたいと思います。はい、本当に今年からまたファイターズに戻ってきて、とにかく優勝に向けて1イニングで長くマウンドに立ちたいと思っているので、はい、皆さん声援お願いします。よろしくお願いします。いやー、福永さん、村雨さんも頼もしい言葉がねたくさん聞かれましたね。やっぱりこのね経験値があるっていうのは本当に大きいなと思いますし、はい、伊藤大海投手とね北山投手が WBC に参戦するんで、もしかしたらシーズン前半ちょっと疲れが出ちゃうかもしれないですけど、そこはやっぱりこのもう一人の最多勝投手であるこの有原さんがいるってのは大きいんじゃないですか。しかもその経験もファイターズを外から見た強さっていうのを持ってらっしゃいますからね。今シーズンはエスコン開幕投手ということで3月31日の登板が、期待されるという有原投手のコメントを聞いていただきました。2016年の日本一になった時と同様に今回もダブルエース状態ですからね。これは期待が高まりますね。大いに期待高まるというね、そんな有原投手のインタビューでした。